こんにちは、ポロロです。映画マイホームヒーローを見てきました。一切妥協のないスリリングな展開の連続、全く中だるみなく駆け抜けました。正直、すごく面白かったです。ただ、細かい点で気になっているところがある方もおられるかもしれません。原作の漫画を全部読んだ僕、ポロロが本動画の後半で解説しているので、スッキリしていってください。そうそう、原作を読んでる人とは思わずにやりとしてしまう演出も随所に散りばめられていました。あなたが気づいた仕掛けがあったら、コメント欄で教えてください。本動画は前半がストーリーの振り返り、後半が解説や感想、考察となっています。後半まで概要欄の目次から飛ばすのもありです。本動画では2024年3月8日公開の映画マイホームヒーローのネタバレありの感想をお送りします。未視聴の方は回れ右してこちらの動画をご覧ください。映画化に際して気になるポイントを取り上げています。キャラごとに原作漫画との違いにも言及、合わせてご覧いただけるとより楽しめるはずです。なお、原作漫画のネタバレになる要素は含めないようにしています。安心してご覧ください。はじめに少し自己紹介を。僕、ポロロはドラマ解説の YouTuber、ドラママイホームヒーローが放送されていた去年の秋、放送に合わせて毎週解説の動画をアップロードしていました。毎週ハラハラドキドキ楽しませてもらって、漫画も全巻買って読んでいます。過去のドラマの解説や感想は、再生リストにまとめているので、合わせてご覧ください。めちゃめちゃ掘り下げて解説しています。さて、完全に余談ですが、現在はドラマ、リビングの松永さんの解説や感想をしています。正直言って、視聴層がまるで被っていないのは承知の上ですが、こっちも見ているという方がおられましたら、ぜひご覧ください。この次のクールでは、Netflix で配信される SF ドラマ3体を取り上げる予定です。また視聴層が違っています。それでも視聴の予定の方がおられましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。まず、ストーリーをざーっと追っていきましょう。ドラマのラストでは、マトリ義達の白骨遺体が御嶽山から発見されました。この発見は全国的に報じられることになります。義達の死に関わっている鉄夫はいても立ってもいられず、近隣まで向かい、双眼鏡で御嶽山の山肌を観察していました。そこへ刑事の安本が現れ、声をかけます。安本は、組織犯罪対策班刑事、マトリは半グレ組織、魔の会の構成員だったため、組織犯罪対策班が押しているのです。安本は再会に驚きながら何をしているのかを聞きます。鉄夫は、バードウォッチングと急することなく答えました。しかし、バードウォッチングをするには不向きな革靴を履いていたことと、遺体が見つかった山を観察していたことに安本は引っかかりを覚えます。これをきっかけに、鉄夫に警察の疑いの目が向き始めます。報道を見て、魔の会もまた動き始めていました。トップである篠幹事は、マトリ義達が持っていた10億円の行方を追い始めます。鳥栖鉄夫と河川の計略により、マトリ親子を殺した犯人は真島恭一だと魔の会は考えていました。しかしその恭一が、信人殺害の疑いを向けていた相手が鉄夫であることを篠は知ります。鉄夫は7年前の事件を小説にアレンジしてインターネットで限定公開していました。一見危ない行為にも見えますが、これについては、文章化しないと心の整理がつかず、そうしないと前に進めない気がした、と原作の漫画で説明されています。仲間内とはいえ公開したのはあまりにも小説としての出来が良すぎたためでした。そもそも事件化されておらず、魔の会以外の人間が読んでもモデルがあるとは思えないはずなのです。しかしこれを読んだ読者の一人、電磁層が、実体験に基づく話であることを指摘します。鉄夫は狼狽します。翌日、電磁層からさらなる連絡が来ました。暗号めいたそれをミステリーに精通する鉄夫は、すぐに解読します。それは、警告とも脅迫とも取れる文面でした。今夜何かが起きる。鉄夫はその日、消火器を持って家に帰りました。家族との団らんの最中、鉄夫に電話が入ります。電話の相手は、篠と名乗りました。篠は決定的な証拠もないまま、鉄夫がマドリ親子を殺害したと決めつけ、不気味な口調で真実を話すよう迫ります。しかし鉄夫は何のことを言ってるかわからない。10億円のことなど知らないとしらばっくれます。直後、家に火の手が上がります。消火器で対応しますが、火の勢いは強く、あっという間に家中を舐め尽くします。鉄夫は河川と明を連れて命からがら脱出しました。家はあっという間に全焼してしまいます。鉄夫は家族の思い出が全て燃えてしまったことに強い喪失感を感じていました。その頃警察は、魔の会と鉄夫の関係を疑っていました。鉄夫の家が全焼したことにより、その疑いはさらに濃いものとなります。安本は霊界に接触し、7年前に不審な出来事がなかったを聞き出しました。結果安本は、鉄夫がマトリ親子の殺害に関わっているという確信を得ます。篠は追及の手を緩めません。鉄夫の職場にまで魔の会は現れました。人気のないところに連れて行かれ、鉄夫を拷問にかけます。それでも鉄夫はマトリ親子殺害には関わっていないと嘘吹きます。しかし篠にとっては、鉄夫が関わったかどうかなどもはや関係なく、とにかく金曜日までに10億円を用意するよう脅迫します。このままでは鉄夫が一番大事にしている家族にまで被害が及びます。途方に暮れる鉄夫。しかし、救世主が現れます。安本です。7年前の事件について数々の状況証拠を突きつけ、鉄夫が犯人であることを指摘し、自白を促します。さらに安本は頭を下げて謝罪しました。警察が魔の会を取り締まることができなかったことが、鉄夫をここまでの状況に追い込んでしまったのです。安本は、俺が魔の会を潰すからもういい。お前は一旦俺に入ってこい。と声をかけました。組織に狙われ、安本にも事実を突き止められ、鉄夫が守ってきた牙城はついに崩れてしまいました。しかし鉄夫はほっとします。自分は逮捕されますが、家族の安全を保障され、舞台から降りられるのです。全てを安本に、
警察に任せることに決めました。鉄夫は出頭まで1日の猶予をもらいます。自分の言葉で霊下に真実を伝えたいと願ったのです。今まで全く隙を見せなかった魔の会。しかし今回の放火事件でカメラが久保の姿を捉えていました。少しずつその尻尾が見え始め、警察はこれをきっかけに魔の会を一網打尽にすると息巻いています。しかし警察の内部には組織の息のかかった警察官がいました。彼は取り調べ室に安本を呼び出します。そしてわざと捕まった魔の会の構成員と協力して自分の仕業とはバレないよう隠蔽工作をした上で安本を殺してしまいました。鉄夫は勇気を振り絞ってこれから霊下に全てを話すというタイミングで安本の訃報を知ります。安本は自分以外に鉄夫が殺人者であることを話していません。彼の死をもって警察に全てを委ねることは不可能になってしまいました。鉄夫は7年前のあの日と同じくこの状況を自力で打破するしかありません。そこで鉄夫は彼に警告を送った電磁草に接触します。電磁草の指定した水族館に到着すると、ペンギンの帽子をかぶった陽気な青年が声をかけてきます。彼が電磁草でした。本名は大沢隼人。彼は7年前、かつて鉄夫が真鳥義達の遺体を運ぶ場面を目撃していました。そしてその時から鉄夫に執着するようになり、電磁草として鉄夫から小説を見せてもらえるまでの関係を築いていたのです。後にわかることですが、彼は久保に父親を殺された過去がありました。幼い頃に復讐の誓いを立てた彼は、鉄夫が魔の会から逃げおおせたことを知り、崇拝にも近い感情を抱いています。大沢は共に組織を潰そうと持ちかけてきます。大沢の部屋には、ハッキングの設備や改造銃など、組織への対抗手段が数多く用意されていました。二人は手を組み、作戦を立て始めます。その頃、玲香は7年前のことを探ろうと真島恭一への接触を図っていました。恭一は長らく行方不明でしたが、実は安本だけがその隠れ場所を調べ上げていました。玲香は安本と話したその時に、その情報を手に入れています。安本が元半グレの構成員である恭一をすぐに検挙しなかったのは、目立つ動きをするのを待っていたからでしょうか。恭一から知らない方がいいと念を押さえ、それでも玲香は真実の追求をやめられませんでした。そして彼女は7年越しに、父が自分を守るために殺人にまで手を染めていたことを知ってしまいました。何も知らなかった自分自身を恥じ、そして何としても父にこれ以上の罪を犯させるわけにはいかないと決意します。今度は警察官として父を守るのです。鉄夫に仕掛けておいた GPS をもとに現在の彼の居場所を突き止めました。そんな玲香を見て恭一は鉄夫にそっくりだと言います。恭一は鉄夫に恨みがあります。これはそれを晴らす千載一遇のチャンス。協力するふりをして玲香に自分も連れて行くよう持ちかけました。鉄夫は10億円を用意したと篠に伝えました。受け渡し場所はハイホテル。そこに現れたのは久保と部下たちでした。魔の会トップの篠の姿はありません。鉄夫は篠を叩かなければ魔の会は潰せないと判断し、作戦中止を決めました。ところが大沢は久保の姿を認めると怒りを爆発させます。自らの手で父親の仇を討つチャンスなのです。撤退を準備する鉄夫を置いて大沢は単独行動を開始しました。鉄夫は大沢を一人残していくこともできず、後を追います。鉄夫たちは警察を呼んでいました。警察と魔の会を遭遇させれば、自分たちが手を下さなくても、この場でゲームセットまで持ち込めるはずでした。しかし大沢は、自らの手で久保に引導を渡すことを望みます。暴走する大沢でしたが、久保と最初にエンカウントしたのは警察でした。ところが警察には誤算がありました。久保は殺人狂で、ひるむどころか、これを絶好の虐殺の機会と捉えたのです。そして彼は、あまりにも強すぎました。次々と容赦なく警察官を殺戮し、久保は10億円と鉄夫を探します。そこへ、大沢のスリングショットから放たれた鉄球が不意打ちで久保を襲いました。久保は近くにいた部下を盾にし、弾の出所に向かって銃の引き金を引きます。弾丸は大沢の体を貫きました。そこへ鉄夫が駆けつけますが、久保に太刀打ちなどできるはずがありません。しかし鉄夫には作戦がありました。大沢の家から持参した改造銃。引き金を引くと暴発するように仕掛けてあったのです。逃げながらそれを久保に使わせるようわざと落とします。それはまさしく起死回生の盤上の一手。隠して銃は暴発し、久保の手を破壊します。それでも久保は追撃を緩めません。ところがそこへ、最後の力を振り絞って、大沢が後ろからナイフで襲いかかります。深々と突き刺さった強靭は、ようやく久保の心臓の動きを止めました。激戦が終わり、そこへ恭一が現れます。彼は7年分の恨みを口にし、鉄夫を連れ去りました。恭一と別行動をとっていた玲香が、久保の遺体を見つけた時には、もうそこに鉄夫の姿はありませんでした。GPS が切られ、居場所がわかりません。久保が殺されたことを知った篠は怒りに震えます。篠にとって久保は大切な友人でした。河川と明を拉致し、10億円の何かを聞き出そうとします。そこへ恭一から電話が来ました。鉄夫の身柄と引き換えに再び仲間に入れてほしいというのです。篠は喜んでその申し出を受け入れます。鉄夫と10億円の引き渡し場所は倉庫代わりに使われているコンテナの中でした。役目を果たした恭一は鉄夫と篠を二人きりにしてその場から去ります。去り際、恭一はコンテナの鍵を外から閉めました。そして車へ戻ると GPS を再起動し、その場に残します。その足で恭一は魔の会の拠点を襲撃しました。さすがは7年前、絶対絶命のピンチから逃げ切った男です。ブランクを感じさせない戦闘力で囚われの身になっていた河川と明を救出します。篠と二人きりにされた鉄夫でしたが、ここで仕掛けた罠を発動させました。コンテナ内に降り注ぐガソリン。鉄夫は自らの命を賭して
篠を道連れにするつもりでした。篠は慌てます。外に逃げようとしますが、扉は開きません。そこへ、鉄夫を追って麗華がやってきました。父の覚悟を知り、必死でコンテナの扉を叩きます。鉄夫は全く予期していなかった麗華の出現に驚きます。追い払おうとしますが、篠は言葉巧みに麗華を中に引き入れました。形勢逆転。麗華がいる以上、鉄夫は火をつけることができません。銃口を塗装横に向け、篠は勝利を確信します。しかし鉄夫は背中に発煙筒を隠していました。父の最後の作戦を知った麗華は、それを抜き取り篠の足元に投げつけます。舐めるように這いずる火の手。怒りにもだえる篠が銃の引き金を引きます。火薬に押し出された弾丸は、開け放された扉から逃げ出す鉄夫の背中を貫きます。篠の断末魔の叫びが響きました。鉄夫は無事でした。すべてが終わり、両手を揃えて娘に差し出します。麗華は当惑しました。父への思いと社会正義を天秤にかけ、究極の問いに答えを出します。そしてついに彼の両手に手錠をかけました。そこへ救出された河川と明も到着します。河川もすべてが終わったことを知りました。警察が到着し、篠は生きたまま全身に火傷を負い、逮捕されました。魔の界は壊滅に追い込まれ、死んでいった者たちの魂が救済されます。大沢も生きていました。重傷を負い、病院のベッドに横たわりながらテレビの報道を見ています。そして哲夫は刑務所で服役していました。彼の元に家族からの手紙が届きます。手書きのイラストが添えられていました。家族全員が揃った可愛らしいイラスト。どこにいても4人は家族であることを実感し、哲夫は涙します。7年前のあの日、いつか許される日が来るだろうか、と来光が轟く天を仰ぎ、絶叫した哲夫。今日がその日であると答えを教えてくれるように、そこには晴天が広がっていました。はい、お待たせしました。ここからは感想、解説、考察を行っていきます。1、やっぱり原作に忠実、安心の実写化。ドラマ版もそうでしたが、映画も原作をベースにより丁寧に作られていました。ドラマは第1部を丸ごと実写化。映画は第2部の序盤、すなわちコミックス10巻の途中までと第3部、18巻以降をミックスして実写化していました。本日3月8日時点の最新巻は23巻ですが、そこに含まれる展開も一部反映されています。ギリギリまで脚本が練られていたのかもしれませんね。2、魔の界の創作能力が低すぎる。本作において個人的に一番腑に落ちない点がこちら。義達が行方不明になったのは7年前です。こんなに10億円に必死になっている篠でしたが、その間、トスケには全く手を出してきませんでした。篠が、哲夫が元容疑者だったことを知らなかった点も不思議です。ドラマでトスケの財産を狙って麗華に近づいたことも忘れてしまっているようです。さらに言えば、マトリ親子殺害の容疑の本命である真島恭一を見つけ出すことすらできていません。魔の界の拠点には、ハイテクな設備が揃っているシーンがドラマで取り上げられており、ちょっと不自然な気がします。刑事とはいえ、安本はたった一人で見つけていますからね。シャボン玉で遊んでいたんでしょうか。原作漫画ではこの7年間にしっかり理由付けされています。特に、トスケの財産は引き続き狙われており、それが第2部、ファンの間で村編と呼ばれるエピソードに繋がっていきます。まとめると、実写では、ただ7年間、義達の遺体が見つからなかったということだけが、魔の界がトスケを脅かさなかった理由になっています。2時間の尺に収めたことで魔の界の無能さが露呈してしまいました。惜しいです。3、安本が渋い。今回新たに登場した第三勢力の警察。中でも安本は作中屈指の頭の切れる刑事でした。映画ではあっという間に質問罪を暴き立てましたが、原作漫画ではもっとロジカルに、そして時に違法な手段を使って哲夫に肉薄してきます。その捜査手法は横暴ながらすぐに逮捕に踏み切らず、哲夫が救われるような声かけをして自首までの花道を作ったのは有能すぎます。とはいえ、哲夫が麗華に自分の罪を打ち明けようとする時の葛藤は辛かったですね。今にも全てが明るみになると、そのタイミングで安本は殺されてしまいました。海外ドラマ顔負けの驚きの展開に度肝を抜かれた方も多かったのではないでしょうか。話の展開上、主人公の哲夫が戦い続けるのは当然とはいえ、まさか安本が殺されてしまうとは思っていなかったので、僕も驚きました。安本の退場により、哲夫は強引に戦場のど真ん中に引きずり出されます。この一連の流れは原作漫画でより濃く描かれています。緊張感が凄まじく、アドレナリン垂れ流しながら夢中で読みふけりました。安本が登場するのは6巻から10巻。ものすごくおすすめです。4、殺人狂久保のカリスマ性。ネタバレなしの動画でもお話ししましたが、実は久保は半グレの構成員というより殺し屋としての属性が強い登場人物です。10億円の行方を求めて行動はしていましたが、そもそも金そのものにはあまり興味がないのです。映画では哲夫に礼を言う場面がありました。あれは自分の殺人願望を存分に発散できる場を用意してくれたことに対する感謝でした。犯罪の痕跡を残さないよう派手な行動を慎む魔の界ですから、普段は今回のように多くの人間を虐殺できるシーンなどなかったのでしょう。このように久保も原作準拠のキャラクターになっているのですが、いかんせん10億円と口にしながら哲夫を追い回している印象が強く残ったように思います。小物感のある中ボスに落ち着いてしまったのは少し残念。久保が篠になり変わってラスボスになるなんて展開も面白かったかもしれません。これらのシーンは原作漫画の第2部からインスパイアされています。原作漫画の久保はもっとスタイリッシュで悪のカリスマ性に満ち溢れる人物としての描写に成功しており、読者は久保ファンになってもおかしくないほどのかっこよさです。12巻から17巻では久保の殺人狂としての本質をまざまざと見ることができます。怖いけど目が離せません。
5、ダークヒーロー京一、お待たせしました。みんな大好き、京一が帰ってきました。7年越しに鉄夫への恨みを晴らすのか、と思いきや、鳥栖親子に手を貸してくれました。篠に手を貸すと見せかけて手広く裏切ります。鉄夫は京一が自分を恨んでるからこそ、篠を道連れにする計画に手を貸すと踏んでいました。唯一の誤算は、京一が鉄夫を許していたことでしょう。玲香が間に合う可能性に一縷の望みをかけ、自分は鉄夫の家族を救いに向かうなんて渋すぎます。とにかくかっこよかった。今回の京一の行動の動機については、平穏な生活を望んでいたからなのでしょう。ドラマでは強者こそ正義という哲学を掲げていましたが、弱者たる鉄夫に敗北し、それが人生観を変えるに至っていたと思われます。魔の会に関わるのはもうこりごりでしょうし、真っ当な形で親孝行もしたかったはずです。ただし、本来であれば7年前に数々の犯罪を犯した京一は逮捕されてもおかしくありません。今の京一なら映画のその後に出頭したかもしれませんね。原作では7年の間に刑期を終え、母と一緒に食堂を切り盛りしています。そこへ玲香がやってきて鉄夫の真実を知りたがります。その後玲香とバディを組み事件に巻き込まれていくという流れ、一緒ですね。7年が経ち組む相手は鉄夫から玲香へ。この熱い展開は最新刊23巻でも現在進行形で続いています。そして23巻のラスト、京一と玲香は鉄夫の衝撃的な所業を目にし愕然とします。京一が玲香と組んで行動を始めるのは19巻から、映画を見た人にぜひ読んでほしい。6、全然違うキャラクター、篠幹二。篠は頭のネジが外れた異常性の目立つキャラクターでした。津田健次郎さんの演技がどうに言っていて迫力がありましたね。ただ、先に述べたように、ネジが外れたついでに正常な判断力を失っていたのは惜しいところ。僕には映画における悪役は命乞いや後悔をしながら知ってほしいという個人的な思考があります。篠が助けてくれと霊界に泣きついたのは最高でした。さて、そんなラスボスの篠ですが、原作ではもっとクレバーなキャラクター、後先のことをしっかり考えて仲間の命を何よりも重んじます。映画版篠が久保の死に嘆き、怒りの炎を燃やしていたのはこの設定があったから。だけど序盤では部下をいたぶって殺していたので、やはり育った環境が違うようです。仲間を重んじる篠がどうして道を踏み外したのかは22巻で語られています。7、最後の敵は最愛の娘。こちらは本作のキャッチコピー。さて、本当に最愛の娘は敵となったのでしょうか？僕の解釈はノー。確かに玲香は鉄夫を逮捕しようとしますが、全てが終わった後、鉄夫は娘に手錠をかけてもらうことを望みます。それが鉄夫にとって許しでした。玲香にとっては辛い選択でしたね。そもそも7年前の事件は、玲香が巻き込まれたことがきっかけです。玲香の過失ではないにせよ、父が自分を守るために犯罪に手を染め、苦しみ続けたという結果は変わりません。でも、このまま鉄夫を見逃せば、殺人者としての苦しい思いを引きずり続けることになります。父に法の裁きを受けさせることが、彼が自由になれる唯一の方法と理解したのでしょう。鉄夫は刑務所に収容されました。一体どれくらいの刑期なのでしょうか。早く家族の待つ家に帰れるといいですね。ところで、本当であれば、河川さんも逮捕されます。これは原作の漫画でも明言されています。家族は引き裂かれる。それに対する恐れが、鉄夫のある行動につながっているのですが、それについては最新の23巻をお読みください。さて、これにてマイホームヒーローの実写シリーズは終わりとなります。今回はワーナーブラザーズ様に試写会にご招待いただいたので、映画公開当日にこの動画を公開することができました。ありがとうございました。原作漫画はまだ完結していないので、まだまだ楽しめますね。映画とは違う結末を迎えるのでしょうか？鉄夫が逮捕される、これ以上に救いのあるラストはあり得るのでしょうか？今後も楽しみです。漫画 YouTuber 歌丸さんとのライブ配信を月1回行っています。マイホームヒーローの感想会もやりたいと思っています。事前に告知を流しますので、ぜひチャンネル登録をして遊びに来てください。X もやっています。マイホームヒーロー前回読んでるよという方、ぜひ繋がってください。お友達になりたいです。ここまで見ていただいたあなたは、きっと原作の漫画も読みたくなっているはず。ここからは広告になりますが、概要欄に Amazon と楽天の購入用リンクを置いておくので、ぜひ手に取ってみてください。もう一押し、購入のきっかけが欲しいという方は、漫画 YouTuber の歌丸さんの動画をチェック。電子書籍になりますが、70% オフでお得に買える方法を紹介していますよ。ディズニープラスではドラマが全話見放題配信されています。ディズニープラスには無料お試し期間がありませんが、ポイ活サイトのハピタスを経由するとお得なので、こちらも概要欄のリンクから確認してみてください。ディズニープラスではアニメ版も配信中。でもアニメ版については多くの VOD で配信されているので、すでにあなたが登録済みのサービスがあるかもしれません。特に月額が安く、利用者の多い Amazon プライムビデオで配信されているのは嬉しいですね。それではここまでご覧いただきありがとうございました。また次回もお会いできますように。バイバイ。